世界恐慌の発端となった1929年のニューヨーク株式市場のクラッシュ、アメリカ経済の急速な悪化は、国内だけでなく全世界に大きな影響を与えることになります。他国への影響の伝播方法。アメリカから始まった経済危機は、輸出入の減少、資本流出の停止、金融市場の連動性の高さを通じて、世界中に急速に広がりました。1920年代のグローバル経済は、金融や貿易で緊密に結びついており、アメリカの経済状況は他国に直接的な影響を及ぼす力を持っていました。アメリカの消費市場の縮小は輸出国にとって直接的な打撃となりました。アメリカの投資家が海外投資を引き上げたことで、特にヨーロッパやラテンアメリカの国々が資金繰りに苦しみました。また、アメリカ製品の需要減少はカナダやヨーロッパの工業製品市場に大きな影響を与えました。このようにしてアメリカの経済危機は全世界に波及し、多くの国で経済的な困難を引き起こしました。これにより、世界各国はそれぞれ独自の対策を講じることを余儀なくされました。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。ヨーロッパへの波及効果。ドイツとオーストリアの経済危機。世界恐慌はすでに賠償金支払いで経済的に脆弱だったドイツとオーストリアに甚大な影響を及ぼしました。アメリカからの資本が撤退し、外国からの融資が途絶えると、ドイツとオーストリアは深刻な金融危機に見舞われました。これにより、高い失業率と財政難が社会不安を悪化させ、極端な政治運動の台頭を許すこととなりました。1931年にはオーストリア最大の銀行が破綻。ドイツでは失業者数が600万人を超え、経済の破綻がナチズムの台頭を促す一因となりました。この経済危機は政治的極端主義を助長し、後のヨーロッパの歴史に深刻な影響を与えることになります。イギリスの経済政策と世界恐慌。イギリスは1931年に金本位制を放棄し、積極的な経済政策を採用することで世界恐慌の影響を緩和しようと試みました。金本位制放棄により、イギリスは為替レートを自由に管理できるようになり、輸出を促進することが可能となりました。これにより、他国よりも早く経済回復の兆しを見せ始めました。金本位制の放棄後、イギリスの輸出業は競争力を取り戻し、特に製造業が復活。また、公共事業を通じて内需を刺激し、失業率の低下にも一定の成功を収めました。イギリスのこのような対策は、他の国々にとっても模範となり、国際金融システムの変革につながる重要な一歩となりました。フランスと南欧諸国の対応。フランスと南欧諸国は世界恐慌に対する対応が遅れ、経済的影響を深刻化させました。これらの国々は金本位制を維持し続け、財政的な柔軟性が制限されていました。また、政治的不安定さも経済対策の遅れにつながりました。フランスでは政治的混乱が続き、経済政策の一貫性を欠いたため、失業と不況が長引きました。一方、イタリアやスペインなどではファシスト政権が経済をコントロールし、国家主導のプロジェクトを推進しましたが、経済自由化の面で遅れを取りました。フランスと南欧諸国の例からは、金融政策の柔軟性と政治的安定が経済危機への対応にいかに重要であるかが示されています。アジアとラテンアメリカへの影響。日本経済と軍事化の加速。世界恐慌は日本経済に深刻な影響を与え、国内の政治的、経済的緊張が高まり、最終的に軍事化と帝国主義的拡張を加速させました。輸出市場の縮小と原材料価格の下落が日本経済を直撃し、国内産業が大打撃を受けました。これにより、軍部と右翼団体が政治的に力を増し、経済問題を解決する手段として海外進出を推進しました。1931年の満州事変はこの政策の一環であり、日本は経済的な安定を求めて中国大陸への侵攻を開始しました。
これは後に太平洋戦争へとつながる重要な一歩でした。世界恐慌が日本に与えた経済的圧力は、国内外政策の軍事化を促進し、アジア太平洋地域の長期的な緊張を高める結果となりました。ラテンアメリカ諸国の経済的打撃。ラテンアメリカ諸国もまた、主に生産物の輸出依存度が高いため、世界恐慌の影響を大きく受けました。これらの国々はコーヒー、砂糖、銅などの原材料や農産物を輸出することで経済が支えられており、世界市場の需要減少に直接的な打撃を受けました。ブラジルやアルゼンチンではコーヒーや牛肉の価格が暴落し、国内経済に重大な影響を与え、失業と貧困が増加しました。これが社会不安を招き、多くの国で政治的変動を引き起こす原因となりました。ラテンアメリカ各国は世界恐慌を通じて経済の多様化と自立を図る必要性に迫られました。貿易依存国の困難。世界恐慌期における国際貿易の衰退は、特に貿易依存度が高い国々にとって致命的な打撃でした。多くの貿易依存国では、輸出市場の縮小と国際価格の低迷により、国内経済が大幅に悪化。これにより、経済的自立と産業の多様化が急務となりました。東南アジアのゴムや錫、アフリカの鉱物資源など、特定の産業に依存していた国々は価格暴落の影響をダイレクトに受けました。これにより、経済政策の見直しや新たな産業へのシフトが求められるようになりました。貿易依存国におけるこの困難は、国際経済の脆弱性と相互依存性を浮き彫りにし、経済政策の多様化に向けた動きを加速させました。世界的な政治的変動。ファシズムの台頭と民主主義への影響。世界恐慌は経済的苦境を背景に、ファシズムの台頭を加速させ、多くの国で民主主義が圧迫される原因となりました。経済的な不安と失業の増大は、社会の不満を煽り、極端な政治運動への支持を広げる土壌を提供しました。特に、政府の対応が不十分だと感じた有権者は、より強力で独裁的なリーダーシップを求めるようになりました。ドイツではナチ党が急速に力を伸ばし、1933年にはヒトラーが首相に就任しました。イタリアではムッソリーニが権力を掌握し、ファシスト政権を確立。これらの政権は国民の不満を利用し、民族主義や排外主義を掲げて支持を集めました。ファシズムの台頭は民主主義にとって重大な挑戦となり、政治的な極端主義がどのように社会的、経済的不安から力を得るかを示す事例となりました。社会政策と福祉国家の発展。世界恐慌を経て、多くの国で社会政策の重要性が再認識され、福祉国家の概念が発展しました。経済危機が深刻化する中で、政府による介入と支援が不可欠であるとの認識が広まり、教育、健康、社会保障などの公的サービスが強化されることになりました。アメリカではニューディール政策が社会保障法や労働基準法の制定を含む一連の改革を導入しました。スウェーデンやイギリスでも戦後の福祉国家の基盤がこの時期に築かれ、国民の生活保護が強化されました。このような社会政策の展開は、長期的に国民の生活の質を向上させ、政治的安定に寄与しました。国際協力の試みとその限界。世界恐慌は国際協力の重要性を浮き彫りにしましたが、同時にその限界も明らかにしました。各国が自国の経済を守るために保護主義を強化し、国際協力よりも国内の利益を優先する傾向が強まりました。これが国際的な緊張を高め、第二次世界大戦への道を築く一因となりました。1930年代の各国の関税障壁の設置は、世界的な貿易の縮小を招き、国際的な経済回復を遅らせました。また、国際連盟の失敗は、国際協力の限界を示す象徴的な出来事となりました。この時期の国際協力の試みとその失敗は、後の国際関係において多国間協力の重要性とその難しさを教訓として残しました。
現代における教訓と対策。世界恐慌から学んだ経済政策の教訓。世界恐慌は経済政策における多くの重要な教訓を提供しました。これには政府の積極的な経済介入の必要性や経済政策の迅速な調整が含まれます。恐慌期における政府の消極的な対応は問題を悪化させた一方で、後のニューディール政策のような積極的介入は経済回復に寄与しました。これは危機時には柔軟かつ迅速な政策が必要であることを示しています。2008年の金融危機時、世界各国は大規模な財政刺激策を導入し、金融システムの安定を図りました。これは世界恐慌の教訓が生かされた事例と言えます。このような歴史的な教訓は将来的な経済危機に備える上での政策立案において極めて価値あるものです。国際金融危機への備え。世界恐慌は国際金融危機への備えとして国際的な協力と監督機構の強化が不可欠であることを教えています。単一国家だけでは対応しきれない国際的な経済問題に対して国際機関の役割が重要です。国際通貨基金 IMF や世界銀行などがその役割を担っています。国際通貨基金は多国間の協力を通じて金融危機に対応するための資金を提供し、経済政策のアドバイスを行っています。これにより危機の際の国際的な対応が一層迅速かつ効果的になっています。国際金融危機への備えとして持続的な国際協力と金融監視の体系を強化することが世界経済の安定を保つ上で重要です。経済のグローバル化と相互依存性の理解。世界恐慌を通じて経済のグローバル化が進む現代において国際間の相互依存性を深く理解し、それに基づいた政策を立案することが求められています。グローバル化により一国の経済政策が他国に影響を与えることが一般的になりました。そのため国際的な視野を持って政策を検討することが不可欠です。貿易政策、為替レートの管理、国際的な経済協定の交渉など国際的な経済活動においては他国との連携と調整が常に必要とされています。経済のグローバル化を理解し、国際的な相互依存性を考慮に入れた政策の立案は世界経済の安定と持続的な成長を実現するために不可欠です。